こんにちは、月島です。今回は Zoom の H3VR をレビューしていきたいと思います。特徴は全方位の音を収めるアンビソニックス方式採用の VR レコーダーです。バイノーラル録音に興味があって1年以上前に購入して何回か使用しました。今回の H3VR のレビューは2回の動画に分けて進めていきたいと思います。第1回目の今回は本体や内容物のレビュー編です。録音フォーマットについてや録音サンプルも聞いてもらいたいと思います。第2回目は Zoom Ambisonics Player というソフトウェアの操作編です。また今回の動画では6つの項目に分けてお話ししていきます。それではまず本体と付属品の確認をしていきます。内容物の確認です。H3VR 本体、ウィンドスクリーン、デュアルマウントアダプター、クイックガイド、保証書、他に単酸アルカリ電池が付属しますが、私はもう使い切ってしまったので N ループを使用しています。ウィンドスクリーンにつきまして、こちらが純正のウィンドスクリーンですが、私はZoom で販売されている WSU1 という別売りのウィンドスクリーンを使用しています。こちらの方が機能が良いと思います。別売りで専用キャリングバッグ CBH の3を購入しました。開けるとここの部分に H3VR 本体、ここにデュアルマウントアダプターを収納できます。真ん中は空きスペースです。以前は H1N をケースに入れて、これをこんな感じで収納していましたが、H1N は現在防湿庫の空いた場所に入れていますので、代わりにここのスペースに乾燥剤を入れています。できれば H3VR 本体だけが入るコンパクトな専用ケースが欲しかったです。この専用キャリングバッグは蓋の部分の裏側に収納するスペースがあります。このチャックの中にも物を入れることができます。本体の各部を見ていきたいと思います。マッチング済みの単一指向性のコンデンサーマイクが4つあります。サイドにボリュームボタンとヘッドホン端子、ディスプレイと録音停止ボタン、停止、早送り、メニューボタンがあります。ディスプレイは点灯時間を設定できます。その下に電源とホールドボタン。こちらにはマイクゲイン調節ダイヤル、USB 端子、ラインアウト端子、外部マイクとしてカメラ等に接続できます。底面、蓋を外して、ここにマイクロ SD メモリーカード、そして電池を入れます。スタインバーグ社の Cubase LE と Wavelab LE のダウンロードライセンスは H3VR には付属しません。代わりというわけではないですが、Zoom Ambisonics Player というソフトウェアを無償でダウンロードして使用することができます。次回の動画でこのソフトウェアを操作します。また、Bluetooth アダプター BTA1を使用すると iOS アプリ H3 コントロールを使用して遠隔操作ができます。電源を入れてみたいと思います。ここにある電源スイッチを電源マークの方に長押しする形になります。電源が入りました。電源が入ると4つのグラフが反応しています。これはそれぞれ4つのマイクの入力感度を示しています。そして
右側の表示は本体の傾きを検出して表示しています。6軸モーションセンサーを搭載していて、マイクの設置角度を確認できます。360度の空間録音ですので、どの向きで録音したかを記録しておくのも重要な機能です。録音はこのボタンを押すだけで簡単に始められます。録音を開始すると、前と後ろのランプが光って録音中であることを教えてくれます。ここが光ります。こちらも光ります。フォーマットについて5つの形式を選択することができます。アンビソニックス、左右、上下、前後の360度全方位の音を収録する録音方法です。バイノーラル、実際に人が音を認知するのを再現できる録音方法。ヘッドホンでの再生が前提です。2チャンネルステレオ、オーソドックスなステレオ録音。5.1 チャンネルサラウンド、専用の無償ソフトウェア Zoom Ambisonics プレイヤーを使用してサラウンドファイルに変換可能。360度ライブストリーミング配信対応です。次はそれぞれの録音フォーマットでフィールドレコーディングと声を録音しましたので、録音サンプルを聞いてみてください。こんにちは。月島音楽堂です。この声はアンビソニックス A で録音しています。こんにちは。月島音楽堂です。この声はアンビソニックス A で録音しています。こんにちは。月島音楽堂です。この声はステレオで録音しています。こんにちは。月島音楽堂です。この声はステレオで録音しています。こんにちは。月島音楽堂です。この声はバイノーラルで録音しています。こんにちは。月島音楽堂です。この声はバイノーラルで録音しています。はい、いかがだったでしょうか。360度撮影した映像も少しずつ増えてきていますので、音の360度録音もこれから増えてくるのではないかと思います。バイノーラル録音した動画も最近は多いです。次回の動画では Zoom Ambisonics プレイヤーというソフトウェアを使用してアンビソニックス録音した音源を操作してみたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。